皆さんこんにちは。エイスアップホープディセルプス運営者のともと申します。本日は2023年上半期買ってよかったキャンプギアトップ10をご紹介させていただきます。主にガレージブランドがメインのご紹介になりますが、この動画を通じて何かご参考になれば幸いです。それでは早速ランキング形式で10位からご紹介させていただきます。第10位がダメージマークさんとギークフィールドさんによるコラボニトルディングバレル 4SP フォールディングトーチになります。こちらはスノーピークさんのフォールディングトーチのバレルのカスタムパーツとなっております。買ってよかった点はスチール素材に実化処理が行われており、錆に強く表面硬度がアップし、熱による歪みに強くなっている点、そして落ち着いたマットグレーの色合いで使用していくと先端が熱で変色し鮮やかな色になる点になります。こちらのバレルとともにハンドルも展開されているので、こちら2つ組み合わせて使用すると一体感がありおすすめの商品となっております。ということで第10位がダメージマークさんとギークフィールドさんによるニトルディングバレル 4SP フォールディングトーチのご紹介でした。続きまして第9位が三蔵工務店さんのレクターになります。こちらは同ブランドの焚き火台ロダン用の五徳となっております。純正品の五徳なのでロダンの設計に合わせて作られており、焚き火台同様コンパクトに収納が可能となっております。この五徳があることで直火料理の際に安定してフライパンなどを置けますし、5つある盆は動かせるのでアレンジも可能となっております。こちらのレクターがあることで直火料理が安定してできるようになったので、こちら使ってよかったなと思っております。ということで第9位が三蔵工務店さんのレクターのご紹介でした。続きまして第8位がターンさんの LED 専用二股ランタンアダプタのアルデルになります。こちらは LED 専用なのでガスランタンでは使用できません。左右には4分の1のオス、中央には4分の1メスの3箇所カメラネジが採用されており、左右にはゼインアーツさんのジグや38エクスプローラーさんのみやびがカスタムパーツなしで取り付けが可能となっております。ゴールゼロはインアバンスさんのゼロキャップなどをつければもちろんこちらも取り付けが可能となっております。中央は4分の1のメスネジとなっておりますので、38エクスプローラーさんの両ネジを使用すれば3つ取り付けも可能となっております。ということで第8位がターンさんの LED 専用二股ランタンアダプタのアルデルのご紹介でした。続きまして第7位がモビガーデンさんのコマンダー185になります。こちらは非常にコスパのいいドームテントで9万円以下で購入が可能となっております。ペグやその他のオプションは別売りなので、ご自身のお持ちのギアに応じてオプションを買い足していけばいいので、余計な買い物をしなくて済むのは非常にメリットかなと思います。私が購入したのはテント本体と夫婦で行く時用でグラウンドシートの2点を購入しました。重量は約 11kg でサイズは 330×380×185 なので、中央付近であればかがむことなく中で立つことができます。出入りの際は少しかがむ形にはなりますが、大人2人では十分な広さがあります。出入り口は3箇所で全てメッシュ付き、上部にあるベンチレーションはメッシュと煙突穴にも変更可能なので、薪ストーブもインストールが可能となっております。設営も一人で慣れればだいたい15分くらいで可能なので、コスパのいいドームテントをお探しの方に非常におすすめのテントかなと思います。ということで第7位がモビガーデンのコマンダー185のご紹介でした。続きまして第6位がバイクルーズさんのバイクルーズファンストレージエコになります。こちらはクレイモアさんの扇風機クレイモアファン V600 専用のストレージギア&ケースとなっております。純正の三脚のデッドスペースを活かせる商品で、こちらの商品を取り付けることでポケットもできるので、モバイルバッテリーや小型のランタンなどちょっとした小物の収納が可能となります。また巾着状の中の部分に本体が収納できるのでケースとしても活用ができます。こちらのブラックにはリサイクル X パックを使用したモデルを付けておりまして、グレーには通常モデルを付けております。こちら非常にアイデア商品で買ってよかった商品ですので、クレームはお持ちの方いらっしゃいましたらぜひチェックしてみてください。ということで第6位がバイクルーズさんのバイクルーズファンストレージエコのご紹介でした。
続きまして第5位がオールドマウンテンさんとソマビトさんのコラボによる商品のラクサになります。こちらはソマビトさんのククサを和歌山県の職人がオールドマウンテンさんのラクダをモチーフに一つ一つハンドメイドで制作されています。とにかくこのラクダをモチーフにしたデザインが好きでようやく購入することができました。こちらは無塗装なので私はまずくるみオイルを塗ってインスタで拝見した革紐のアレンジを真似させていただきました。まだ購入して間もないのでヒノキの香りがかなり強く、お持ちの方どのように使用されているのかなどコメントなどで教えていただけますと幸いです。ということで第5位がオールドマウンテンさんとソマビトさんのコラボによるラクサのご紹介でした。続きまして第4位が A278 のマルチインセンスホルダーになります。こちらはキャンプ用の商品ではないのですが、個人的にキャンプで気に入って使っているのでご紹介させていただきます。こちらはパロサントやお香、バンブーインセンスなどスティックタイプのお香に対応したインセンスホルダーで、私はナグチャンパのお香やパロサントのホルダーとして使っています。香皿は付属していないので、私はアシモクラフトさんのモスコ削るにディスク A を乗せて使用しております。焚き火をする前にちょっとだけお香やパロサントの香りを楽しんだり、雨キャンプで焚き火ができない時のたしなみとして私は重宝しております。お香やパロサントお好きな方はぜひこちらの商品チェックしてみてください。ということで第4位が A278 のマルチインセンスホルダーのご紹介でした。続きまして第3位がディレクションアウトドアツールズさんと津軽ビードロさんのコラボによるランタングローブブルーになります。青森を代表する伝統ガラス工芸津軽ビードロの職人が一つ一つ作られているランタングローブとなっております。塗装などは一切されておらず、ガラス本体の色がこの鮮やかなブルーの色合いで一目惚れで購入しました。純正や他のホヤとはまた違った形や風合いでこちらの商品とても気に入っております。その他にもいろいろなモデルありますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたらチェックしてみてください。ということで第3位がディレクションアウトドアツールズさんと津軽ビードロさんのコラボによるランタングローブブルーのご紹介でした。続きまして第2位がグリップスワニーさんのファイヤープルーフ GS マザーテントになります。こちらは天幕デザインさんのサーカス TC とサイズは全く同じで 420×420×280 となっております。こちらのテントとサーカス TC の異なる点は主に3点で、1点目というのが煙突穴の有無、2点目がポールで、サーカス TC はスチール製ですが、こちらはアルミニウム製なので軽量でランタンフックはついておりません。3点目が生地の素材で、サーカス TC がポリエステル 65%、コットン 35% に対してこちらはコットン 85%、ポリエステル 15% となっております。こちらを購入した理由はサーカス TC にはないブラックカラーと煙突穴がある点になります。やはり煙突穴があると非常に便利で、冬に薪ストーブをインストールして使用したのですが、サーカス TC よりも簡単に設営できるので気に入っております。ということで第2位がグリップスワニーさんのファイヤープルーフ GS マザーテントのご紹介でした。最後第1位がゼインアーツのタープのゲウになります。こちらを購入した理由はジムニーのカーサイドタープとして使用したかったので購入しました。こちらのゲウはタープテールが付属しておりまして、本来はテントとタープをオーバーラップさせるためについてくるのですが、私はテントではなくジムニーを小川張りさせております。ジムニーはバックドアが横開きなので、雨キャンプの際は荷物を出し入れするたびに濡れてしまうのですが、小川張りすることでタープの設営後はギアを濡れずに出し入れが可能となります。またこちらのタープ、四隅を直接ペグダウンして視界を遮りプライベート空間を作ったり、雨の侵入をより防げる張り方であったり、ガイロープをつけてより広く開放的な張り方、片方だけ直接ペグダウンしたりと、キャンプ場の環境や天候に合わせた張り方ができるのもお気に入りのポイントとなっております。はい、ということで今回は2023年上半期買ってよかったキャンプギアトップ10をご紹介させていただきました。この動画を通じて何かご参考になれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。